強くこすってないっすよ。これ絶対なんでこんな、これだ、あれ見たからだ。ワールドプロレスリング芸人。切れてないっすよじゃなくて、切れちゃないっすよなんだよね、本当は。はい、どうでもいい。はい、皆さんこんにちは。車の大自然家シノピーです。今回はこちら、皆さん結構気になってる方いるんじゃないですかね。 FW1 という、これなんだろう、エアゾール式のワックスなのかな。結構ね、訪問販売とかもしていて、実際にちょっと使ってみてくださいみたいな感じで、目の前で使ってもらってね、こういう感じですっていうのを結構やられてる商品。知名度は結構あると思う。だから気になってる人も多いと思う。で、これの金額が、だいたい Amazon で2500円。517ml 入り。で、成分が水、潤滑油、カルナバローだよね。ヘプタン。だからエアゾール式のワックスだと思う。で、いろいろ読んでみると、自動車のガラスボディの汚れ落としと、あと艶出し。水を使わず、洗車から艶出しまでこれ1本。必ず目立たない部分で試してから全体にご使用ください。なるほどね。僕が今これを読んで気になったのは、ガラスボディって書いてあるんだけども、潤滑油とカルナバローが使われてるものをガラスに使うっていうのは、ちょっと油膜になって余計ね、ホコリとかついて見にくくなっちゃうんじゃないのかなとは思っています。大丈夫なのかね。なんだろう、あんまこういうことを言いたくないんだけども、めちゃめちゃ怪しい。もう見た目からしてね、すげえ怪しいんですよ。けどすごい知名度もあるし、気になってる人も多いと思うので、今回はこれを使ってどんな感じか見ていこうと思います。で、固形ワックスとかも使えたらいいかな。それで比較できたり、あとエアゾール式で言ったらソフト99のレインドロップ、これとかもすごい使いやすいので、これと撥水の方を比較していく。で、唯一違うのがやっぱクリーニング、汚れも落とせるっていうところ、水なし洗車っていうところなので、やっぱそうなんだよね。水なし洗車って言っても汚れや車体を傷つける恐れのある砂利などはあらかじめ落としておくと。どの範囲まで言ってるのっていうお話なんですよね、僕からしたら。水なし洗車って言っといて。そう、結局は保険としてこういうことを書いていると。で、車についた汚れっていうのは大体ね、もう砂ぼこりとかついてますよ。で、そのままこすったら傷になるような汚れしか僕はついてないと思うんだよね。だから結局水洗いは必須だと思ってます。カーシャンプーまではいかなくても水洗いはしておいた方がいいのかなという感じです。そしたらとりあえずちょっと使ってみようと思います。そしたらまずこちら BMW ミニのボディに使っていこうと思います。で、使い方が、汚れがひどい場合は、水洗いあらかじめ落としておくと。あらかじめ落としました。で、容器を10回から20回よく振る。12345、こんな感じでよく振ると。で、表面に少しずつスプレーし、マイクロファイバーなどの柔らかい布でムラなく伸ばし、10秒か20秒置いた後に拭き上げる。いきますか。こういう感じね。飛び散るね。で、薄く伸ばす。なんかほんとワックスみたい。なんか液体ワックスみたいな感じかな。で、薄く塗り伸ばすと結構すぐ乾くね。こことかもなんかツヤ出てるっぽいな。で、乾いた面で拭き上げる。ここツヤ出たな。ミ塗装樹脂良さそう。結構強いな、圧が。で、触った感じはツルツルしてます。なんかワックスみたいな感じ。塗り伸ばさないといけないのか。確かにね、ちょっと汚れ取れてます。今ここやったんだけど。で、ツヤも出てるね。ちょうどここから上、ここちょっとできてないけどやりました。こっち白っぽいね。ここちょっとやってみます。薄く伸ばす。で、乾いた面で拭く。黒くなったけども、ちょっと時間が空くとこの上の方ちょっと分かりづらいかもしれないんだけども、ちょっとずつね白っぽくなってきました。さっきはもうちょっとね濃かったんだけども、ここと比較してみようか。この部分、ここはホルツの昔にやったやつ、名前忘れちゃった。これまだね残ってます。これねすごい優秀で、
でここにちょっと白っぽいから吹きかける。で伸ばす。でこう見るとパッと見もう分かりません、その境目で。10秒ぐらい経ったら吹く。で僕の予想だとこの境目がほら分かるかな、この差。最初よりはまだマシなんだけども、ここに境目がここですね。だからパパッとちょっとツヤは出すことできるけども、ミ塗装樹脂はそこまで真っ黒にはならない。最初よりはマシなんだけど、ちょっとね引いてくね、若干ツヤが、そんな感じがします。そしたら続いてちょっとサイドミラーのこのメッキ部分に使ってみようと思います。今のところねあんま良さを感じていない。すごい出るね。すげえ飛び散る。制御が難しいですよ。なんかね油感だね。そんな悪い言い方ではないですよ。ワックスに近い、やっぱりカルナバローとか入ってるからか、ちょっとぎっとり系で、今薄く塗り伸ばしたので、10秒ぐらい経ったでしょう。吹き上げていきます。そりゃミ塗装樹脂のところもなるよね。ワックスです。ワックス。いやすごい、このね出方がちょっと激しい。ちょっと扱いづらい。悪いわけじゃないんだけど、ちょっと扱いづらいな。綺麗にはなるねけど、油してるね。ちょっとワックスが好きな人ならいいかもしれないけど、ワックスが好きっていう人は自分でワックスの固形を塗り込むのが好きなんだと僕は思ってるんですよ。だからちょっとね微妙。クリーニング作用がどんだけかっていうのもあるし、撥水効果もちょっと見てみないと何とも言えないかな。でワックスでも同じなんですが、やっぱりこの塗りムラしっかり拭き上げられてないと、こういった感じでちょっと白くぼけちゃう感じがあるので、しっかり乾いたタオルで拭き上げてあげてください。拭き上げはそんな難しくないけど、そんなね極端にツヤが出てるっていう感じはしないかな。あとちょっとね不満点を言うと、ガラスにつくのが正直嫌だ。こんな油っぽいやつがつくのが嫌だなっていう本当正直に言い過ぎちゃってる。これはもう個人的な感想です、本当に。はい、そしたら撥水をちょっと見ていきたいので、今回ルーフを使ってシュアラスターの固形ワックス FW1 にレインドロップみたいな感じで、ちょっと違うものを施工してみようと思います。じゃあまずここだね。この面にマンハッタンゴールドを施工していきます。いいね、ピッカピカです。ぬめっとしたツヤ、ワックス独特のウエット系のツヤになってます。いいね、ワックス塗ると気持ちいいわ。じゃあ FW1 をこの面に施工していきます。こんな塗っていいのかな。なんかね、匂いはなんか工業用のグリスみたいな匂いがする。匂いが苦手だな僕は。グリス塗ってる感が。でさっきタオルにつけてみたんですよ。これね、なんかムース状っていうよりはやっぱちょっとラードっぽい感じ。ワックスだからね、油は入ってるって書いてあったので、ロウと油の塊なのかな。なんとなくね違和感があるっていうか、スベスベ感はなんか同じような感じかな。これもねスベスベしてます。ワックスに近いんだろうね、やっぱ。こんな感じですね。そしたら最後にこちらの面、レインドロップを施工していきます。ちょっと水がボディに必要なので、必要なくてもいけるのかな。一応水をかけておきます。これだけ。もうすごいね拭き上げやすい、カラッとした感じ。なんだろう、今までの FW1 とか、あと固形ワックスがぬるっとした感じなら、こっちはカラッとしたツヤ、引き締まったツヤっていうのかな。とりあえずこのまま放置して明日撥水性能を見ていこうと思います。はい、そしたら1日経過後です。ちょっとマスキングも剥がしておこうかな。一番手前がマンハッタンゴールドで、真ん中が FW1、そして一番後ろがレインドロップで、もうちょっとねあらかじめ洗車をしました。ルーフね、ちょっとホコリとかもついてるかなと思ったので最初に洗っちゃいました。で、水を今からかけていくんだけども、
ここに線があるね。まずマンハッタンゴールドからいきます。ちょうどここにマスキングの跡があって、ここがマンハッタンゴールド。固形ワックス、水かけます。撥水だね。ちょいとアップにしてマンハッタンゴールド。こういうパターンもあるし、屋根だから浸水に結構しやすいはしやすい。いいよ、これはこれでいいですよ。で続いてこの辺がレインドロップ。弾いてるね。レインドロップも弾いてます。マンハッタンゴールドの方が撥水力は強めな感じかな。でちょうどこの線のね、この水の線でこの右側が真ん中になるんだけども、 FW1 を施工したところ、場所で言うとこっからここだから、もうこの辺はもう FW1 前方からちょうど境目、違うね、境目がもうどこか分かるぐらい違います。マンハッタンゴールドはすごい水が引いていくのも早いし撥水系で、 FW1 は水が引いていくような感じで、レインドロップとここが FW1 の境目らへん、違うね。FW1 の方は撥水力が弱い。これはあえてこういう水の動きにしているんだと僕は思います。とりあえず水の動きはいいかな。ちょうどここがマスキングの跡です。左がレインドロップ、右が FW1。ちょっと強いなこれも。撥水力が弱いと、ここみたいな感じでマスキングの後のところ水滴に輝きがないんですよ。これはこの水の高さがないから光ってないように見える。で FW1 とこっちレインドロップで比較すると、こっちの方が水滴が立ってるような感じがします。一応マンハッタンゴールドと FW1 のところも取っておきます。わかるかな、この水滴がまん丸に結構近いんだよね。この集合体恐怖症の人はこれきついね。で左のちょっと撥水力が弱いなって言ってる方は形がいびつ。撥水力が弱いからといってダメなわけでもない。撥水力が高いからといっていいわけでもない。そこはもう好み。撥水力が高い方がここがそのレンズ作用をして水垢水染みになりやすいとも言われています。けどこっちの浸水に近い方は、面積が広がっちゃうんだよね、この水滴ののぺっとした感じだから、この水染みの大きさっていうのも大きくなっちゃうじゃないかなと僕は思っています。で天気雨とかだったら分かるんですよ。その雨が降ってすぐ晴れてレンズ作用で焼けるとか、そうじゃない限り、普通の雨は徐々にね乾いていくので、そんな変にね水染みっていう感じになるかな。どうなんだろうね、そのレンズ作用と僕は思っています。ちょうどこの辺も施工してたので一応水をかけてみます。そうだね、やっぱり疎水浸水に近い感じで、水滴の残りも少ないので、クリーナーで綺麗に落ちてるのかななんて思っています。ヘッドライトにも使えるみたいなので、その辺でクリーナーの力を見ていけたらいいかなと思っております。汚れは汚れでもこういった汚れは落ちるのかと、こういう水染みね。リフレッシュ1では落ちたんだけども、FW1 はどうなのかちょっとやってみます。ここか。コンパウンドはね入ってなさそうなんだよね。落ちるとしたら石油系溶剤の力なのかな。ちょっと吹いてみます。あれ、完全じゃないけどちょっと落ちてない？完全ではないね。この辺ちょっと残ってるけどちょっと落ちてるな。もうちょっとやってみます。落ちるんだ。じゃあ汚れは落としますね。端の方吹き上げます。落ちてるね。リフレッシュ1の方が楽だった気がするけど落ちてます。そしたら最後にヘッドライト、この部分ねちょっとやっていこうと思います。
このオイリーなのがねちょっとねあんま好きくない。僕はね、人それぞれ好みあると思うんですが、綺麗にはなってるね、間違いなく。で汚れも落ちてます。分かりづらいかもしれないけど若干取れました。だからクリーニング作用あるね。潤滑油、ヘプタンって何なんだろうね、ちょっとよくわからん。石油系溶剤入ってなかったね。なんなら潤滑油とカルナバローとヘプタン。このワックス成分でちょっと透明度が戻ってるのかけど、水垢のところこっちで言うとこの水染みのこのボコッとしたのはもうないので、ここ1箇所あるね。ここはやってないんだろうね、ここも。けどここにあったのはもうまっさらだから、なんかワックスで隠してるっていう感じはしない。とりあえず効果はあるということです。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちら FW1 ワックス、これをね使ってみました。でこれの特徴は水を使わず洗車から艶出しまでこれ1本と、これがもう最大の特徴なんだけども、使用方法にひどい汚れや車体を傷つける恐れのある砂利などはあらかじめ落としておくと。でここのね判断が難しい。僕今回やったのは水なし洗車ではないね。あらかじめ洗っちゃいました。でこの水なし洗車をもうどう捉えるか。僕が車を止めている場所っていうのは、横に畑があって、砂ぼこりがすごい飛んでくるんですよ。だからもう1日、置いただけで、風が強ければ傷になる恐れのある砂だったり砂利がね付着してしまうので、それを1回落とすってなるともう水なし洗車じゃない。で傷っていうのは1回ついちゃうと落ちないんですよ、汚れと違って。汚れは落ちるかもしれないけど傷はねもう修復できないんですよ。何かパテとか持ってまた塗装すればまた話は別なんだけども、そう考えると僕はねこの水なし洗車っていうのを、勇気を振り絞ってすることができない。だから今回ねこの FW1 の特徴を最大限に使った動画にはなんなかったと思います。そこら辺はね本当申し訳ないところなんだけども、僕もねまだねちょっと水なし洗車を勇気持ってすることができない。これはね動画配信者として良くないところだと思うんだけども、綺麗にできましたよっつって皆さん全員が綺麗にできるかって言ったら難しいんじゃないのかなと。車の置いてる環境とかによってどこまでが傷つかない汚れなのかっていうのがやっぱ判断しにくい。だったら一回汚れを落としちゃおうっていうのが一番安全なのかなと僕は思ってます。けど汚れグリルのところの水染みみたいのはしっかり落ちていたし、すごい使いやすかった。エアゾールタイプでいっぱい入ってんだよね。これまだまだ使えますよ。けどちょっとねオイリー、油性でこの潤滑油とあとカルナバローは関係ないかな。潤滑油、この匂いがねもうねすごいオイリーで、この出した時もオイリー。パッと見はねなんかシェービングクリームみたいな感じがするんだけど、よく見るとねもうすごいなんだろう、ラードみたいな感じ。僕はちょっと苦手かなと思いました。で撥水はそこまで強い撥水ではなく、疎水浸水系の撥水だからどんな人に向いてるかっていう話で言うと、こういう言い方していいのか分かんないけど、そこまで洗車に興味がない、パパッと綺麗になってればいいやぐらいの人なのかなと僕は思ってます。これはもう僕ほんと個人の意見なので、皆さんはねいろんな、コメント欄とかもいろいろ皆さん書いてくれると思うので、そういうのをね見て参考にして購入するかしないか決めてもらえればいいのかなと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。